はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはマレックスのグロック 19X をご紹介したいと思います。この銃はですね、いつもお借りしている、ワトさんからお借りしたものになります。いつもありがとうございます。この銃はですね、皆さんご存知の通り、2015年にですね開始されたアメリカ軍のモジュラーハンドガンシステムトライアル用に開発された拳銃をですね、民間市場向けにアレンジしたモデルということで、2018年にですね発表されたものになります。グロック 19X、X とはですね、これはクロスオーバーの意味で、19X のクロスオーバーとは、グロック19、はい、こちらがグロック19になりますが、こちらと、こちらのですね、スライド部分、スライドの大きさは同じだと思いますけれど、これとあとはグロック17のフレームを組み合わせた、それぞれの良い性能を持たせたピストルというのがこのクロスオーバーという意味だと思います。もともとグロック19は私非常に好きで、先ほどお見せしたのは東京マルイのグロック19を私持っていますが、このモジュラーハンドガンシステムに参加したグロック 19X、これはですね、クロスオーバーという意味では非常に興味があってですね、非常に今回お借りできて嬉しい限りであります。手にした印象になりますが、まず感じるのはですね、非常に軽く感じました。メタルスライドの割にはですね非常に軽いというふうに思います。あと見た目のですね、タンカラー、これがですね、金属の部分と、フレームは樹脂になりますが、色の違い等が再現されていて非常に見た目もいいかなと。あとですね、詳細は後ほどお見せしますが、細かなところの刻印がですね非常に再現されていて非常にいい感じです。見た目に関してはですね、グロック19で見慣れていたので、このグロック 19X のスライド部分、ここだけが非常にですね、当たり前ですけども小さく初めは感じました。また大きな特徴がですね、ジェネレーション5仕様だと思います。グリップを実際見ましたが、そちらを含め非常にスマートな銃に見えます。はい、それではですね各見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらは 9mm の口径のマズルになります。こちらライフリングになりますけれども、こちらはですね、ジェネレーション5から GMB グロックマークスマンバレルというライフリングになっているそうです。エアガンでどこまで再現されているか分かりませんが、あとインナーバレルはですね結構黒くなっていてあまり目立たないようになっているのが特徴かと思います。はい、あとリコイルスプリングガイドの前方にですね、こちらですね、六角レンチでですねホップ調整をするダイヤルがあります。はい、あとリアサイトフロントサイトともにですねホワイトドットが入っています。あとですねこちら、はい、フロントサイドの上部とかですね、横にもですね、あとフロントサイトの上部とかですね、こちらにですね刻印が入ってるんですね。グロックのロゴも入ったりしていて、こういうのはですね非常に細かく表現されています。はい、あとですねこのスライドとフレームの先端っていうんですかね、ここは面取りがされているのが特徴です。確かですねジェネレーション5はこの上のスライド部分だけだったと思うんですね。フレームは面取りされてなかったと思うんですが、このグロック 19X はですね両方面取りされているというのが特徴かと思います。はい、左側の刻印はこの通りになります。グロックのロゴですとか 19X、 あとオーストリア、あと 9×19 という刻印がしっかり入っています。はい、フレーム下部にはレールが入っています。グロック19仕様なので、レール的には短い形になります。はい、スライドストップは、左右にあるアンビタイプになります。こちらは
チールでできているようですね。スライドリリースの音は非常に良い金属音になります。ただですね、スライドに関しては結構ですね、硬いですね。リコイルスプリングガイドが硬いのが原因なのか分かりませんが、非常にコッキングはちょっと硬めですね。慣らしが少し必要なのかもしれません。はい、トリガーはですね、グロック独特のセーフティーがあるトリガーになります。こちらコッキングするとですね、この通りトリガーは前方に動きます。トリガープルは、少し重めだと思います。はい、グリップはですね、ジェネレーション5独特のですね、このフィンガーチャンネルがなくなってるやつですね。はい、これは丸いのやつなんでジェネレーション3だと思いますが、この通りフィンガーチャンネルがあるのが特徴です。なので逆に5はなくなってるのが特徴ということになります。このグリップですね、私は非常にですね、握りやすく感じました。ですね、大きく変わった点はないように見えますが、結構多分ここら辺のくびれとか良くなってるのかわかんないんですが、非常にですね、握りやすくなってると思います。はい、マガジンキャッチは左側のみになります。はい、スライド右側にもですね、こちらに小さくブロックの刻印が入ってるのと、あとシリアルナンバーが入ってるようになっています。はい、マガジンの相談数は22発。この、マガジンにもですね、非常に刻印はいっぱい入っていて、この後ろですとか、あと底面ですね。はい、マガジンバンパーにもついています。マガジンですね、個体もあると思うんですけれど、最初相談するのがですね、非常に硬いです。多分鳴らしが必要だと思います。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。これは通常のグロックと同じ通りですね。この左右にあるこのレバーをですね、下に下げながらスライドを抜いていきます。はい、この通り2つに分解が可能です。はい、このフレームですね。多分ハンマーもスチールですね。はい。あとトリガーバーとかもスチールですね。バルブの皮はスチールじゃなさそうですね。はい。主要部分はスチールでできているように思います。はい。あとこちらリコイルスプリングガイド。これ外すのにですね、ちょっと特徴的な動きがあって、これがポップのダイヤルなんですけど、この切り欠きが一番下に入ってないとですね、外れないんですね。なのでちょっと切り欠きを下に行くように若干回します。はい、ようやく外れました。先ほど言ってたこの切り欠きっていうのはですね、ここですね。これが一番下に入ってないとちょっと外せないんですね。はい、あとですね、さっきのここの真ん中の銀色のですね、これがホップのレバーになっていて、そのダイヤルとこの溝ですね、これが合わさって、ホップが調整されるというような仕組みのようです。はい、こちらがアウターバレルとインナーバレルになりますね。はい、上部にですね、グロックの刻印、あと 9mm の刻印も入っています。はい、こちらがリコイルスプリングガイドとリコイルスプリングになります。もしかするとこのガイドは樹脂かもしれないですね。リコイルスプリング自体はスチールですね。ダブルスプリングですね。こちらとこちらがスプリングが2つになっているというのが特徴になります。はい、あとですね、このスライドの先端ですね、こういった、はい、こんな感じでついています。これ樹脂なんですが、これがもしかしたら
なんかクッションの役割を果たしているのかなというふうに思います。ちょっと間違ってたらすいません。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、このグロック 19X、私は非常に打ちやすいっていうのがまず感じた感想になります。メタルスライドの割には軽量ですし、あとはこのグリップですね、非常に握りやすいというふうに思っています。それが打ちやすさにかなり貢献しているのかなというふうに私は感じました。あとこのウマレックスのグロック 19X については、先ほどフロントサイトリアサイトでもお見せしましたが、それも含めて非常に刻印も多くてですね、見た目は非常によくできているかなというふうに思います。実写性能はですね、多分ですね、ハンマースプリングとかですね、あとリコイルスプリング、こちらがですね、ちょっと硬めなのかなというふうに思います。なので先ほどお見せしたスライドの動きは結構硬くてですね、それがマガジンが冷えるとですね、多少打ち上げに影響を及ぼしているかなというふうに感じました。多少冷えたりですね、あとガスを入れすぎるとですね、たまに玉ポロもあったと思います。ただマガジンしっかり温めればですね、その打ち味といいですね、あと金属音、これは非常に満足いくものになります。このグロック 19X、見た目もですね、打ちやすさもですね、非常に私はおすすめかなというふうに思います。ぜひですね、丸井さんもこれモデルアップを検討していただけると私は嬉しいなというふうに感じました。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。